皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お伝えする話題はウクライナ情勢についてです。先日お伝えしたロシアの首都モスクワ周辺に対するウクライナ軍のドローン攻撃。さすがに多くの人たちに目撃されたこともあり、ロシア側では軍は一体何をしているのだと非難の声も上がっているようです。特に首都周辺にはかなりの数の対空ミサイル兵器が配置されており、本来であれば鉄壁の守りが実現されているはずでした。ところがこれがやすやすと突破されたことにより、プーチン大統領の軍に対する信頼も揺らいでいるかもしれません。少なくとも現在、ショイグ国防相の彼の側近と言われるような人物が次々と職を追われており、プーチン大統領による軍の内部における統制力も高めようとしているかもしれません。それはそれとしてウクライナ軍の攻撃結果、発電所、製油所、そしてガスの配給センターに対する攻撃を行ったのですが、それぞれの施設における爆発炎上などは残念ながら1日目の消火作業で鎮火することができていたようです。現在のところそれぞれの施設の稼働率は下がって復旧に取り掛かっているわけですが、残念ながら長期の休止状態にはならないようです。一方で、ウクライナ軍が攻撃したロシア南部ロストフ州における石油備蓄タンクに対する攻撃、こちらの方もようやく火が収まったようです。ただしこちらの方は消火したというよりは燃えるものがなくなったのでもう燃えなくなったというだけのようです。先月下旬からずっと燃えていたことを考えると被害額は相当なものになるでしょう。当然のように施設は一から作り直しを迫られるような大きな損害を受けています。まずは黒焦げになってしまったタンクを全て撤去し、改めて作り直さなければなりません。ロシア全土に多くの戦略資源の蓄える施設や生成施設はありますから、これら全てを守ることは実質的には不可能に近いものがあります。ウクライナ軍の生産するドローン一つ一つの破壊力はそれほどではありませんが、コツコツと攻撃してあちこちに火災を起こすことでもロシアに打撃を与え続けることはできるでしょう。一方でそのような攻撃を受けているロシア軍も反撃を行いました。ロシア軍の攻撃した先はウクライナの首都キーウとウクライナ北東部のハルキウとスーミ州の2つです。合わせて3カ所に対する攻撃が行われたのですが、そのどれもが一つの特徴として民間施設を狙っているというところが共通項です。特にスーミ州に対する攻撃では孤児院に対する攻撃が行われ、ロシア軍の徹底した一般市民狙いというものが際立っています。しかし、このような戦争犯罪、繰り返されることによって、もはや日常的なこととなり、大きなニュースにならなくなってしまったという事情があります。ロシア軍としては、一般市民を付け狙うことによるウクライナ国民の戦う意思をくじこうという狙いがあるのでしょう。そしてこのような狙いは残念ながら少しずつウクライナ国民の感情にも動揺をもたらしています。戦争の長期化に伴って自分の家族や友人、そして知り合いの知り合い程度であれば誰かが戦争に巻き込まれて殺されていたり戦場に行ったり、必ずこの戦争に何らかの関わりを持っています。身近で亡くなった人が多ければ多いほどロシアに対する敵対心を燃やす人もいれば、そのような悲劇が繰り返されることによって心が疲弊し戦う意欲を失う人も出ています。現在のところまだまだ過半数の国民がロシアに対する侵略に対して抵抗すべきだという意思を示していますが、同時に先の見えない戦いに苦しんでいる人たちもいます。ウクライナのこれらの人たちの心を支えるためにも、ウクライナに対する国際的な支援がこれからも続く必要があります。そうした意味で一貫して強固な支援を行い続けている国があります。金額や物量、それ自体ではウクライナ支援の大きな柱としてはアメリカがあります。その他ヨーロッパ各国それぞれが支援を行っています。けれど、大きな国でもなければ大きな金額でもなく、それでいてウクライナにとってはありがたい存在なのが F16 戦闘機の供与を決めたデンマークやオランダといった国としては小さい国です。どちらも小国ではありますが、兵器の刷新に伴ってもともと保有していた F16 戦闘機のウクライナ供与を決め、さらに今ウクライナにとってありがたいのは、このデンマークとオランダはF16 戦闘機の運用方法としてロシア本国領に対する攻撃でも F16 戦闘機を使ってよいと表明しています。現実的にはロシア本国へと戦闘機を送り込めば、そこはロシア軍の対空兵器網が展開されているところなので、実際にはそうは
うまく運用できる場所ではありません。しかし、ウクライナが自衛のために戦う以上、その作戦に何か縛りをかけてはいけないというのがデンマークやオランダの考え方です。これはアメリカやイギリス、フランスのように射程距離の長い兵器についてはロシア本国に撃ち込むなと言っているのとは対照的なものです。さて、全体の戦況としては、クルスクにおけるウクライナ軍はもはや定着した状態で、特に追い出される気配はありません。じわりと前進しているその様子からして大規模な戦闘は報告されておらず、小競り合いでじりじりと制圧地域をわずかに拡大しているだけです。一方において、今ウクライナにとって頭を抱えなければならない問題は、ウクライナ東部戦線です。鉄道路線の結節点であるポクロウシク、この町に対するロシア軍の攻勢が向かってきています。このような状況に対して、ウクライナ軍は主に南部戦線に配置されていた部隊を援軍として送り込むといった話が出ています。ただ、南部戦線もじゃあすっかりと部隊を抜いていいかといえばそういったわけでもないので大規模なものとは言えないものです。そのためロシア軍をしっかりと受け止められるのかかなり不安な状況です。例えば現場から上がっている戦況報告の中にはアメリカから供与された M1A1エイブラムス戦車31両が配備されていた旅団において現在稼働できるのは半分程度にまで落ち込んでいると報告が上がっています。これは戦闘そのものによる喪失とともにウクライナ自身では故障を直せないものも含めて全体の稼働率が半分程度にまで落ち込んでいるというのです。現在アメリカは1000両とか2000両という単位で退役した M1 エイブラムス戦車を保管しており、戦車の工場では主に中古品を改装してウクライナ以外の注文を受けた国に販売している状況です。戦闘車両は基本的には損耗するものであり、アメリカは戦車や歩兵戦闘車を送るだけではなく撃破されること、そしてメンテナンス不良などで動かなくなったものも出ることを想定し、改めて戦車や歩兵戦闘車の供与を発表してほしいものです。さて続いてはロシア・中国との間における貿易問題についてのお話をしましょう。これまでこのチャンネルでは何度かこの話をしてきたのですが、状況は2点3点新しい話が次々と出てくるものです。アメリカの二次制裁を恐れた中国の銀行がロシア企業との貿易決済をやめるようになり、銀行が手を引くのであれば企業としても取引そのものをやめるようになっているところが出てきています。しかしロシア側としてはどんなに障害があろうともそれを乗り越える形で何とか貿易を継続したいと願っています。そのために今模索されているのが物々交換であったり、もしくは中国から物を買うんだけれども第三国を通じて輸入する水面下でのやり取りです。しかしそれでもなお中国の銀行だけではなくカザフスタンやトルコなどでも貿易決済お断りといったところが出てきているので、全く違う決済の手段をロシアとしては検討しているそうです。それが暗号資産仮想通貨の利用です。ビットコインを代表とする暗号資産なのですが、そのやり取りについてはアメリカの金融界からの制裁を受けるような性質のものではありません。ですからビットコインのようなもの、もしくは暗号資産それ自体は非常にたくさんの種類が出ているので、それらの中から申し合わせた暗号資産を用いる決済を行い、物品そのものは普通にやり取りしようじゃないかということが試みられているようなのです。ただしこの暗号資産非常に大きな問題があります。それが変動がものすごく大きいということです。特に中国の人民元の場合だと、為替操作されているのではないかといった疑問をアメリカが常に向けているような状態なので、本来であれば大きな為替変動といったものがなかなか起こらないものとして知られています。しかし暗号資産で売買しようとなれば、自分たち以外の市場参加者もいることによって、ある日1日の動きで 10% とか 20% と動くこともあり得るわけです。そんな変動が激しい暗号資産でのやり取りはやってられないとなって、じゃあ全くの外部を排したような独自の通貨などを用いればいいじゃないかといった声も上がっているようなのですが、それならそれでじゃあどの段階で現金に戻すのか
現金への取り替え手段がないといった話となり、やはりそちらの方も今のところは計画倒れになっているようです。ただ、こうしたあがいて何とかしようとする試みについては、2022年の制裁発動時点から常に繰り返し行われてきたことであり、ロシアが何らかの解決手段を見出す可能性は十分あります。ロシアが制裁の抜け穴を探し出す前に、さらなる制裁をかけられるような G7 の取り組みも必要でしょう。日本は少なくともその一角にいるのですから、議論を主導してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後に少し余談をしておきましょう。先月の中ほどから私の投稿するウクライナ情勢の動画については、なかなか動画に広告がつかないといったことが多発しています。YouTube の仕組みをまず説明するのですが、動画を投稿した後、YouTube のシステムにより、この動画には広告をつける、つけないという判定が最初に出ます。その他、著作権に引っかかっていないかといったところも審査を受けます。それらの審査が終わった後で、投稿している私の方からこの動画を公開するのか、もしくはタイマーを仕掛けて何時に公開するとか、メンバー向けにするとか、そういった設定を行った後で皆さんの目に触れるようになります。ところが、まずは YouTube のシステム上において、あなたの動画には広告をつけられませんよという判断が出てしまいます。これが先月の中ほどからですから、およそ10から15ぐらいの動画で連続的に出ています。私の動画の作り方は別に先月中旬からいきなりガラッと変わったというわけではありませんから、おそらく YouTube 側の方で何らか広告をつける基準が変わったか、もしくは私のチャンネルに対する評価が悪化したのだと思われます。おそらく他のチャンネルであれば問題のないような映像であっても、私のチャンネルだと弾かれるといった状態に陥ったようなのです。そのため、こちらも少し対応しなければならなくなりました。私は専業 YouTuber なので、YouTube から広告がつかないとなれば、単純に収入がゼロになってしまいます。それではちょっと生きていくことができないので、広告がつくような形で作っていかなければなりません。特に YouTube が問題視しているのは、ウクライナ情勢について説明するときに、戦闘映像、何かを破壊している、何かが壊れている、燃えている、いわゆる事件、事故、戦争、これらをはっきりとわかるような映像については、動画の中で表示されると広告をつけないような傾向になってしまいました。なので、今回の動画のように、極力説明資料などについては見せない形で口頭でお伝えするだけという形になっています。YouTube の広告をつける基準については、結構流動的な部分があるので、しばらくはこの動画の作り方で様子を見ようと思います。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。